です。シルクです。元木。最近あったやばい話。やばいっていうベクトルちょっと今日ぶち上げていこうと思います。やばい話で取り上げるのって基本的には悪い話が多い。まあそうだよね。だから今日はそれなんだろうなと思って言ったんだけど、はいどうせそれでしょ。悪い話でございます。まあだろうよ。はい、じゃあ早速話していいですか。いいよ。とんでもねえことが起きたの。2020年の11月の17日ぐらいに、よく覚えてんね。よく覚えてるそうね。覚えてるっつうか通知が来たの。ああ、怖通知ね。通知なんですよ。詳しく聞こうか。その通知、僕が普段使ってるクレジットカード会社からの通知なんですよ。メッセージで登録してあるからご利用できなくなりました、電話で確認してくださいみたいな内容で、確かに俺のカード突然使えなくなったなと思って、心当たりがないんだもんね。心当たりがない。もう電話してみて、すいませんカード止まったんですけどみたいな、メッセージを確認しましたっつって連絡したら、何々の何々さんですねって、お宅のカードに不正支払いがありました。不正な支払いがあるって言われるの？コンピューターが勝手にロックしましたって。コンピューターすごっ。カードは本当に優秀なの。会社もすごいいいね。だから、まあ、誰か使ったんだろうね、勝手に。誰かが不正な支払いを行わないとそうはならない。そうはならないってこと。誰かが使ったからロックかかったんでしょ。カードは自分の元にあったの？俺の元にあるの、ずっと。どういうこと？そう海外の買い物をするとき、ペイパルっつってペイパルね、すんげえ安全なところに一回通して買うときあるんだけど、海外のサイトでわざわざそのメインカードを入力して買うことがないの。ああ、そっか。どんな支払いがあったんですかって聞いたの俺の。そしたら、海外で支払いが発生してますと言われて、余計怖っ。11月別に海外も行ってないしね。行ってねえっつうか行けない年じゃん。そうだね、行けなかったし。この後よ、不正な支払いがありましたと。どれぐらい使われたんですか。まずフランスのブランドでフランスのブランド。そうフランスかドイツか忘れちゃったけど、外国のブランド。外国のブランド、なんと48万円の支払いがあるんですよ。やば思いっきり良すぎるだろ。やべえな、俺そんな買い物しねえよって、ブランドで。てかさすがにその買い物覚えてるしな。覚えてるよね、48でっけえよな。靴とか服とか一式とかね。そうごめんね、俺調べたんだけどさ、思い出せよ、知らねえブランドだったのよ。その国の中で知ってるブランドだと思うんだけど。でも見りゃわかるけど、俺ら48万って感じの服は着てねえもん。いや着てないよ。俺もふざけてルイ・ヴィトン一式にする以外ないよ。なんかさ、どっかに繰り出すとかだったらわかるけど、企画とかならねそうわかるけど、普段着でそんなことするね、買うあれもないしな。ないし。俺だぜ、最近ちょくちょく服集めたけどさ、いやそれでも48万円使わないよ。カメラとかあれわかるけどさ、ね、ドンって使うから、ああいうのってプラスまだあるんだわ。怖っ。これも海外のブランドなんですよ。うぜえ。38万円です。微妙な違い。40いった後に38万まで下がってくんのな。いや、そいつ買う順番が悪いよ、こいつな、おかしいな。そこっていう買い物が1個あったの。高額ときて。あと1件あるんですよって言われて、これ見覚えありますかって言って聞かれたのが、アップルでの1万円の課金。それ絶対まさやってる。俺リストちゃんと持ってるし、端末そう側で管理してんの。1万円課金したらちゃんと記録されるの。まあ記録されるね。それにそもそもやってないんだ。俺やってねえんだよ。だから俺の1万円の課金じゃねえんだよ。知らねえやつが48万円の買い物をして38万円の買い物をしました、1万円のアップル課金をするっていう。それがさ、全部処理されたの？全部ブロックされるの。あ、それ良かったね。いやほんとだよ。下手したら知らねえところで100万ぐらい使われてると思う。とんでもねえよな。見事にカードが1枚なくなりました。いやー、それはすごいな。でもさ、そのカードはなくしてそいつに拾われたとかではないんでしょ？そういうわけじゃないんですよ。もしあるとしたら、俺が過去買い物したところに不正アクセスがあった時は漏れるから、どっか俺の情報がいっちゃうみたいな。絶対ないと思うけど、例えば過去飲食店とかで食べるじゃない。でカードを渡して支払う時ってあるじゃん。あるね。その瞬間にやられてるっていう、どうかわからない。まあ何も確証がないから何とも言いづらいけど、まあ可能性の一個としてはあるんじゃないかっていうね。他人に渡す瞬間が怪しいとか。怖いよね。つまりはそういうことだって、俺でさえ結構守ってる方だ。まあ守ってる方だね。マジで。マッサイがそうだね。かなりプロテクトはしっかりとしてる。でしょその印象合うでしょ。ある。なのに漏れちゃうっていう。
いや怖いよねやっぱ。彼本人はガードはかなり硬い。どっかでこうすり抜けてきた何かがあったんだ。何かがあったんだろうね。100万円抜き取られそうになったってことだよね。そう約100万円取られそうになったっていう。クレカ100万不正利用事件。そう怖ー。うわー怖い。待って、それだけ聞いたら大事件だよ。俺もさアセンション島っていうよくわかんないところから電話かかってきたりとか、うん。ちょっとワンコールかかってきた電話反射で出ちゃうことあるじゃん。なんかあ海外からいろいろ狙いをつけてきてる人っているんだろうね。まだまだ甘いみたいですね世界は。悪はいっぱいいるね。いるそうなんですよ。ねだから身の回りのことは絶対守んなきゃいけないですね。そうだね。自己管理を。もしもってことを考えようってことだね。はい。クレカの上限関係なく支払ってくるから怖いよね。むっちゃ怖いねそれ。いけるだけいっちゃえってやっちゃうんだもんね。そう逆に言うといけるだけいけるカードはいけるだけいかれちゃうからね。そう怖だね。え。何事もないわけではなかったけど、とりあえずはね。そう被害はありませんでした。あーそうね。この話さいつか話そうってしたけどさ、ちょっと遅れちゃったじゃん。は最近あった怖い話みたいなのをこう集めて一本の動画にしようと思ったんだけど、その話強すぎてちょっと出せないから付け足しがそれいるみたいになっちゃうから。そうそうそう、パフェの逆になってんだよ。フレークが。そう、フレークが上にパラパラってなっちゃうからそこまで全部美味しいアイスなのよ。でこのアイスのまんまお届けしよう。別の会社でカードを作ったのが、2013年ぐらいかな。早い方じゃん。早いね。専門学校入ってカード作ったの。早い早い。まあでも別になくてもさ生活できるじゃん。まあまあまあ、あんま買い物しないのもあるしね。もちろんあった方が便利だなって場面はめちゃくちゃある。それめちゃくちゃ。めちゃくちゃあるけど。特に俺映像業だったから、カードの二分割払いがすげえ便利で。ああ、そっかそっかそっか。そう高いソフトとかね。そうソフトもそうだしパソコンもそうだしさ、超必要だったから。まあね。でもそっから使って2020年にこういうことが起きるんだと思って今までなかったことだったからさすがにやっぱ作る時もさクレジットカード怖いなっていうさまあ思うよ。あるよ。さすがにここまでずっと使って何もなかったんだからちょっと信用してきたよね。ね油断しちゃうよね。油断しちゃうよね。何のブランドだか知らねえけど。ふざけんなよお前見てたらよそのテンション最初だと思うよ。そう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 。なんで前半楽しそうだったの。いや闇の話好きだからさ闇の話。ワクワクした早く話したかった。早く話したかった動画したかった本当に100万抜かれてたらこの笑い話になんないからね。本当だよ。管理はそうだね。自分次第です。俺の友達がさ、全然仲良くなかったのにさ、俺の行きつけのお店に俺の知り合いが通ってたらしくて、でそいつが「まあシルクさん知ってますか?」みたいな店員さんに聞かれた時に「めっちゃ友達ですよ」みたいなこと言ってたんだけど、俺あんまこういうこと言わないんだけどね、俺そいつ全然好きじゃないの。闇の話。闇の最後にしてきやがった。俺にめちゃくちゃ文句言ってきてたタイプのやつだった。あそうで、俺めんどくさいからひらりひらりとかわしてるったのよ。はいはいはい。マタドールしてたの。はいはい。数年後ぐらいにそいつが「あいつ友達っすよ」って言ってたらしくて、ふざけんなよ全然仲良くねえだろ見てたよどうすんだよ。いいよ別に、だって仲良くねえんだもん。ふざけんなよ俺の友達になんてことしてある。いや最後にフレークかけたから止めてくれよ誰か。そのまま生かすなよ。本当の話でね、あれだったんだけど、なんか「あいつ友達っすよ」って言ってなんかめちゃめちゃ生きってたって話を後で聞いたっていう、ちょっとまああんまり気持ちよくはないよねって話。はいはい。調子いいやつがいたよって調子いいやつがいたよって話を、まあ、フレークがてらねかけたんだけど、なんかお前のほか混ぜてくれちゃったもんね。そうですか。いい感じになっていい感じ、そういい感じだった。食感出たね。お前は闇ないのか。他人がやばいっていう話そんななくて、あ、自分がやばいな。俺の場合は、自分がやばいことしか基本ないから。お金の話で言うと、その大学に行く時に、ちょっと家からは支援期待できないから、奨学金借りようってなって、でも借りるじゃん。でもそれ返さないといけないから、そうだね。で俺もバイトもして、学費に当てようみたいな感じでやってたわけよ。で貯金もするじゃん。まあそうだね。あんま無駄遣いしたくないじゃん。それで貯金してたんだけど、なんかちょっといろいろ理由があって、その口座は一旦置いといてもう一個口座作ろうってなって、でそっち使うようになったの。でそれがね、もう卒業ぐらいの時だったかな、5年ぐらいか。ずっとその新しい方の口座使ってて、今頃になって親から「そういえばあんた前の口座どうしたの?」って言われて、そしたらバイトしてた時代に貯めてたお金が3桁万円入ってたんですよ。
すごい。完全に忘れた口座から100万円が出てくるっていう。お前そんな働いてたの？そうむっちゃ働きすぎた。お前すごい。だって闇の話じゃねえ。大ピカリの話だ。あんたたちはすごい。動画見てくれてありがとう。セカンドレイン Twitter、Instagram、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。オッケー。